第二次世界大戦が勃発した時、イタリアはすぐに参戦することはしていませんでした。まだ準備が整っていない、大規模な戦争をするには早い、そのように考えていたのです。しかしドイツが快進撃を続け、フランスを倒しそうになると、イタリアは焦り始めます。ドイツが強すぎる、放っておけばヨーロッパを制覇するだろう、早くしないと分け前をもらえなくなる、そう考えました。当時のムッソリーニは古代ローマの栄光を蘇らそうと言って国民の支持を得ていたので、かつてローマ帝国だった土地を得ることがとても大事だったのです。こうしてイタリアはドイツの味方として参戦しました。しかし戦意喪失して敗北寸前の状態であったフランス軍が相手にもかかわらず、イタリアはすごく苦戦します。そんな状態だったので、フランスが倒れた後にイタリアは少しの分け前しかもらえませんでした。そのような結果を見てムッソリーニは、ドイツはイタリアを軽視していると考えて不満を抱くようになっていきます。次第にドイツに匹敵するような成功を収めよう、そうすればイタリアの意見を通すことができると考えるようになり、かつてローマ帝国の勢力圏だった北アフリカとバルカン半島に狙いを定めました。当時の北アフリカにはイギリス、フランス、イタリアなどの植民地がありましたが、フランスが崩壊したことにより情勢が変わります。フランスの植民地もドイツの支配下に入ったのです。こうなるとイタリアは動きやすくなったため、ローマ帝国復興の掛け声とともに北アフリカでイギリスに戦いを挑みます。まず手始めに防御が手薄なイギリス領ソマリランドに侵攻。イギリス軍は追い出され、イタリアは東アフリカを抑えました。バルカン半島に目を移すと、すでにイタリアはアルバニアを勢力下に置いており、ここを拠点として勢力圏を広げようとしていきます。ということでイタリアはイギリスに味方していて比較的弱そうなギリシャを相手に挑発を繰り返していき、潜水艦で巡洋艦を攻撃する事件を引き起こしました。しかしギリシャ側からは目立った反応がなかったため、ギリシャは弱いから反撃できないのだ、イタリアが侵攻すれば素直に占領されるだろうと考えるようになっていくのです。そんな当時のバルカン半島には別の問題もありました。ルーマニアです。第一次世界大戦後にルーマニアはトランシルバニア地方を獲得していましたが、ここには約200万のハンガリー系住民が住んでいたため、ハンガリーはトランシルバニアを返せと要求していたのです。しかし当然ですが、ルーマニアはここを返したくありません。外交交渉はうまくいかず、危険な状態になっていきました。ここで動いたのがドイツです。この領土問題を解決する、そう考えてルーマニアとハンガリーの間を取り持ち始めました。なぜならドイツはルーマニアから石油を輸入していたため、ここで紛争が起きたら石油が止まり、戦争の継続に大きな影響が出るからです。こうしてドイツの仲裁によりルーマニアとハンガリーの領土問題は解決され、ルーマニアはトランシルバニア地方の北側をハンガリーに割譲する、その代わりドイツの軍事力で安全を保障すると決められます。しかしこのようなドイツの動きはソ連とイタリアの反感を買いました。ドイツが勝手にバルカン半島の国境を決めた、我々に声もかけなかった、ドイツは我が国を無視している、そう考えて不満を抱くようになっていくのです。こうしてドイツとソ連の対立は深まり、イタリアはドイツに自分の力を示す決意を固めます。まずイタリアはエジプトのイギリス軍に戦いを仕掛けました。もしもここをイギリスから奪うことができれば、イギリスの船はスエズ運河を通ることができなくなり、戦略的に大きな効果を生むと考えられたからです。しかもこの頃のアフリカではイタリアの植民地であるリビアに約25万、東アフリカに約30万の兵が駐留していました。これらの軍勢によって東西から挟み撃ちをすればイギリス軍を打ちのめすことができるだろう、そのように考えたのです。こうしてイタリア軍はエジプト侵攻を開始。ところが当時のイタリア軍は第一次世界大戦当時の軍備に毛が生えた程度のもので、ほとんど進むことができません。イタリアの行く末には早くも暗雲が立ち込めていきました。一方この頃のドイツはというと、イギリスと戦っており、ロンドンに対して最大規模の空襲を行っているところでした。しかしその攻撃すらもうまくいかなかったため、とうとうヒトラーはイギリスとの戦いを継続できないことを悟ります。しかもこの戦いの間にアメリカがイギリスに対しての支援を開始しており、ドイツを取り巻く環境は悪化しています。
ぐずぐずしているとアメリカが参戦してしまう。それだけは絶対に避けなければならない。そのような焦りがドイツを襲い始めました。この時のヒトラーの考えはこうです。イギリスを武力によって倒すことは難しい。それならばイギリスを降伏に追い込めばいい。なぜイギリスは降伏しないのか。それはイギリスが希望を失っていないからだ。ではイギリスの希望とは何か。それはアメリカとソ連が助けてくれるという希望だ。ならば迅速にソ連を倒そう。そうすればアメリカは参戦しないだろう。そしてイギリスは希望を失って降伏するだろう。そのような見通しでドイツはソ連との戦いの準備を進めていくのです。もちろん当時のドイツはソ連との間に独ソ不可侵条約を結んでいます。しかしもともとこの条約はドイツにとっては東西の二正面作戦を避けるためのものです。すでにフランスを占領したドイツにとっては用済みの条約でした。しかもバルカン半島をめぐってドイツとソ連の関係は悪化しつつあったし、社会主義を嫌うヒトラーからするといつかは戦わなければならない相手です。ソ連はすでにフィンランドに一度負けている。あんな小国に負けるなんてソ連軍は敵ではない。数ヶ月で倒せるだろう。そのように考えたのです。こうしてドイツは東のソ連に対して攻めの姿勢を取っていくと同時に、西のアメリカに対して守りの姿勢を取っていきます。そこで結ばれたのが日独伊三国同盟です。日本、ドイツ、イタリアで軍事同盟を結ぶことでアメリカを牽制し、その参戦を防ごうとするものでした。当時の日本は南方の資源を獲得するため、アメリカの参戦を防ぎたいと思っているところ、そのような考えが一致して同盟締結に至ったのです。こうしてヒトラーがソ連へ侵攻する準備を着々と進めている頃、ムッソリーニはやはりドイツに対して不満を抱いていました。そんな中でヒトラーはムッソリーニに予告することなく、突如ルーマニアに軍を進めたため、とうとう我慢の限界を迎えました。ドイツに匹敵するような軍事的成功を得る。そしてイタリアの立場を回復させる。そのような考えのもと、ギリシャへの侵攻を開始していくのです。まずイタリアはギリシャに対して非中立的な態度を取るなと難癖をつけて、イタリア軍の国内通行を認めろと要求します。当然ギリシャはこれを拒否。戦いが始まっていきました。戦いが始まるとギリシャはイギリスに援助を要請します。それに応えてイギリスはエジプトからギリシャ国内に部隊を進めていきました。しかしこの戦いが始まったのは冷たい豪雨や川の氾濫などが起こりやすい1年のうちで最も戦いに不向きな季節です。そのような季節も味方してギリシャ軍はイタリア軍をわずか2週間で撃退。反撃を受けたイタリア軍は引き下がるどころかアルバニアの町を次から次へと占拠されていく始末です。ムッソリーニは自分から戦いを始めたくせに結局ヒトラーに助けを求めました。ドイツからするとこれは予想外の展開です。ソ連と戦いたいと思っていたのにギリシャにイギリス軍が来てしまった。この状態でソ連と戦いを始めたら背後を突かれる。今ソ連と戦争することは危険だ。まずはギリシャを何とかしなければ。そう考えたヒトラーはソ連との戦いを一時棚上げにし、ギリシャとイタリアの戦いに介入することを決意します。まずハンガリーとルーマニアとスロバキア共和国を日独伊三国同盟へ参加させ、それぞれの国に軍隊を進駐。ドイツは北からギリシャに攻め込もうとしていきます。一方その頃アフリカではエジプトにいたイギリス軍がイタリア軍に対する反撃を開始していました。イギリス軍はイタリア軍の弱点を突き、そこから戦線を突破すると回り込んで攻撃。イタリア軍はこちらでもピンチに陥りました。こうして崩壊したイタリア軍は西へと後退。それを見たイギリス軍はこれをチャンスと考えて二手に分かれ、片方が追撃している間にもう片方はイタリア軍の退路を断ちに行きます。この作戦にはまったイタリア軍は完全に包囲殲滅され、イギリス軍は芸術的な勝利を収めたのでした。しかし状況が急変します。この頃バルカン半島ではドイツが介入を始めたため、今度はギリシャが押され始めていたのです。これはまずい。そう考えたイギリスは北アフリカ戦線から大軍を引き抜きバルカン戦線へと移動。これによって手薄になった北アフリカ戦線にドイツから機動戦の達人であるロンメルが送り込まれました。このロンメルに与えられた任務はこれ以上イギリス軍を西に進めないように防衛することでしたが、
偵察によってイギリス軍の兵力が大きく減っているのを見抜きます。これはチャンスだ、そう考えたロンメルは防御するという命令を無視し、今ある兵力だけで攻撃を開始。今度は不意をつかれたイギリス軍が崩壊を始め、戦線は東へと押し戻されていきました。この砂漠戦において発揮された無類の才能により、ロンメルは砂漠の狐という異名で呼ばれるようになっていきます。さて、この間もドイツはバルカン半島での戦いを進めており、今度はブルガリアとユーゴスラビアに対して三国同盟に加入するよう圧力をかけていました。こうしてドイツ軍は両国を通ってイタリアを援助できるようになり、ついにギリシャへの攻撃を始めていきます。しかしユーゴスラビア国内には三国同盟には加盟したくない、ドイツとの協力はしたくないと考える人々が存在しており、彼らがとうとうクーデターを起こし、なんと政府が倒されてしまいます。これを受けてヒトラーは計画を変更、ギリシャ侵攻と同時にユーゴスラビア侵攻を開始しました。圧倒的な戦力差により、この戦いはほぼ一方的な展開となり、連合軍は南へと退却、ユーゴスラビアとギリシャは崩壊し、両国ともに降参しました。こうしてドイツはバルカン諸国を完全に支配下に入れたのです。